はい、こんにちは。今回はブループリントインターフェースの関数の修正をしていきたいと思います。前回関数の扱いがよくわからないという話をしましたが、理解できたような気がするので、前回の良くない点を直したいと思います。とりあえず直します。後で細かい話をうだうだ言います。割と重要なので後半の話も聞いておいてください。まず直したいのは、この BPI ゲームインスタンスをダブルクリックで開いて、関数を選んだ状態で、下の方にあるアウトプット、ここのピンを、新規パラメータを追加して、今のところ変数の型や名前に関しては何でもいいです。スコアの方を今アウトプットを増やして、名前は最初初期値のニューパラムっていうのが入ってます。で、次がこのレベルビギン、BPI ゲームインスタンスレベルビギンの方を開いてアウトプットを1個増やします。これも型は何でもいいです。名前も初期値のニューパラムが入っています。これでコンパイルして保存。で、そこまで終わったら BP ゲームインスタンス。ブループリントのゲームインスタンスの方を開くと、ワーニング、警告が出ているので、これに関しては前回、せっかく作ったんですけど、一旦捨てます。で、その状態でコンパイルして保存。で、インターフェースのこの BPI ゲームインスタンスレベルビギンっていう青いアイコンの関数っていうんですかね、関数をダブルクリックで開いて、ここの中に前回作ったレベルビギンの中身をコピーします。で、実行ピンを間に入れてリターンノードまでとりあえずつなげておきます。で、ワールドレベルタイムセットをセットして、こっちのニューパラムに関しては今のところ無視しといてください。って感じですね。で、次に、この BPI ゲームインスタンスのスコアの方をダブルクリックして、で、ここの間に関数の今一番上にあるスコアカウントアップをダブルクリックして、この中身をとりあえずコピーして持ってきます。で、つなげて、間に入れてつなげて、これでコンパイルして保存。で、こっちのスコアの関数に関しては、なんですかね、こっちのコインを取ったりとか、いろんなところでプレイヤーでも多分使っているので、今この時点でスコアを削除すると問題があるので、これはこのまま取っておいた状態で、レベルビギンは前回増やしたここでしか使ってない状態なので、イベントグラフにないのを確認した上で削除でコンパイルして保存。ちょっとこっちのスコアカウントに関してはいろんな場所でちょっと使ったままの状態なので、捨てるとちょっと何箇所も修正をしなきゃいけないので、現時点では新しい関数も用意はしたんですけど、こっちはこっちでまだ活かしておきます。一旦この状態でプレイをして、このスコアカウントが効くのと、この、ワールドレベルとかがセットされているかを確認してみます。と、ステージが03になっていて、倒すとスコアが、倒すとスコアが、200上がるっていう状態です。こっちの確認に関してはまだこっちが生きてるんで、増えたからといって全てがうまくいってるかどうかに関しては、とりあえず前回作ったここのイベントグラフ上の処理がなくても問題がなくなってるっていう状態です。ただちょっとこのブループリントインターフェースの関数をいじったりすると、結構あっちこっちにリンクが影響があるみたいで、何回か修正をかけた後プレイをすると、特に理由はわからないですけど、おそらくブループリントインターフェースの関数の修正をしたからっていう形で、関数の修正っていうか、おそらくこのアウトプットがあるかないかっていうのが結構重要な要素なので、このアウトプットを増やしたり減らしたりっていうところで、他のオブジェクトの、ここの辺の処理に影響があるみたいで、単純に変えた状態でプレイをすると、何回かこのエディターがクラッシュしたことがあるので、とりあえずここ、今までそのアウトプットがない状態で組んでいて、アウトプットを増やしたら、クラッシュしたくなければですけど、保存して一回落とした方がいいかもしれません。で、次に、今回ゲームインスタンスに関してはこれくらいで、次にブループリントインターフェースのプレイヤーの方、プレイヤーを開いて、このレベルビギンですね。ここに対してアウトプットを1個増やす。で、型は何でもよくて名前も何でもいいです。で、これで保存をして、コンパイルして保存。BPI プレイヤーが設定が済んだら、この 2D サイドスクローラーキャラクターを開いて、このインターフェースのこの青い BPI プレイヤーレベルビギンをダブルクリック。で、ここに対して前回作ったレベルビギンの中身をコピーして、ここに
入れるって感じですね。COM タイプ、COM Z セット、COM Z。これで、この関数内でセットができるので、前回作ったこのレベル begin は、ビューポート、イベントグラフですね。ここをまず削除して、このレベル begin を削除。で、コンパイルして保存。で、プレイして、って感じですね。今回は、特にエラーは出なかったので大丈夫ですけど、ここの辺、インプットの値を修正をしてやる場合、エラーを吐く可能性があるので、安全なことを考えたら、一旦保存してから一回落として作業した方がいいと思います。もう一回確認してみましょうか。プレイして、ステージとカウントに関してはさっきやりましたけど、ここ直した部分、プレイヤーの直した部分としては、関数がうまく働いていない場合、カメラが上の方に上がってしまうんですが、一応これでブループリントインターフェースの関数がちゃんと機能していることが確認できるかなと思います。ここにあったイベントがなくなって関数もなくなって、ここのブループリントインターフェースの関数だけでセットされてるっていう状態です。前回からの修正内容はここで終わりなのですが、今やったのは問題が起こらない手順でやった場合です。このブループリントインターフェースは結構めんどくさい落とし穴がいくつかありました。これからやる内容はエラーが起こる方法なので、できれば不具合が起こったら困るようなデータ上では真似しないでください。まず最初分かりづらかった点としては、ブループリントインターフェースをいろいろいじっているときに関数が有効にはなっていたんですが、ちょっとあっちこっちいじりすぎてどこをいじったら有効になるのかっていうところと無効になるのかっていうところが明確にわからない状態で、後で話すエラーなんかも相まってエラーが消えなくなってしまい、こんな状態じゃ説明できないなっていう感じで、前回は関数としては使わないという結論になったわけですが、関数編集の有効化と無効化に関してはアウトプットピンがあるかどうかだけでした。関数内にアウトプットピンがあれば関数編集が可能になり、なければ関数編集が不可になります。この関数編集が不可の状態であれば、イベントとして使うことができて、アイコンの色が黄色になります。関数編集が可能の状態だと、イベントとしては使用できなくなり、色が青になります。情報としてはそうなんですが、ハマってしまった原因の一つが、新しくこの BPI プレイヤーテストニューっていうのを作ったんですけど、これをこの BPI プレイヤーテストニューに対してアウトプットを追加でやって、コンパイルして保存して、その状態でこの BPI プレイヤーテストニューっていうのは青くなって、検索上も BPI って、検索すると、どっちだ？関数だからこっちでいいのか。BPI プレイヤーテストニューっていうのが、呼び出せるんですけど、ダブルクリックしても反応しないんですよね。前のっていうか修正したこのプレイヤーレベル begin っていうやつはダブルクリックすれば関数が開くんですけど、BPI プレイヤーテストニューっていうのは読み込みもされてるし、検索上も出てくるのにダブルクリックしても関数の編集ができないっていう状態で、このできない理由に関しては結論から言うとコンパイルをしないといけないっていうことなんですけど、何か変更があった場合、いつもここにハテナマークのオレンジのハテナマークが出ている状態になると思うんですけど、出ないんですよね。この保存ボタンの米印も出てこないし、ここが更新されてなければ、なんか読み込み直さなきゃいけないのかなっていう感じなんですけど、ここも変わってるし、検索しても新しく出てくるような状態なのに、で、ここも保存しなさいよっていう状態になっていないのに、ここをコンパイルしないと、コンパイルすることでようやくダブルクリックすれば編集できるようになってるっていう状態で、ちょっとここが僕が今回ハマって、説明しづらくなってしまった要素っていう感じですね。なんで関数の編集できないんだろうっていうのが結構長い間続いてしまったので、動画を作るときには仕方ないっていう感じであんな感じになりましたって感じですね。この隠れコンパイルが必須っていう部分を見落とすというか、これのせいで少しブループリントインターフェースが理解できないと思う人が増えるんじゃないかなっていう気がするので、これがブループリントインターフェースについて語る人が少ない要因の一つかもなと思ったりします。あとは今この両方とも開いた状態でアウトプットピンを追加して、こっち側で
反応しないっていう話をしたんですけど、閉じた状態でこっちのアウトプットピンを追加してダブルクリックで開くと、開くタイミングでおそらくここで一回コンパイルが走るんじゃないかなと思うんですけど、その場合は、特にコンパイルしなきゃいけないってことはなく、おそらくダブルクリックすれば関数の編集ができると思います。なのであんまりタブを丁寧に整理して毎回消してるような人はこういう不具合というか問題に遭遇しないかもしれないんですけど、タブをいくつも出しっぱなしにしてるような人はそういう問題がありますよという感じですね。で、これに関しては僕はハマってしまったんですけど、小さい問題なんです。で、もう一個大きな問題があって、で、もう一個の大きな問題っていうのが、このアウトプットピンを一回増やすとリターンノードが消せないっていう問題があって、これは不具合なのかなんかよくわかんないんですけど、この BPI プレイヤーテストニューっていう状態からこのアウトプットピンを削除します。で、削除すると、とりあえずコンパイルすると、警告文が出てくるんですけど、これに関してはこのイベントグラフ BPI のイベントのテストニューっていう形でアウトプットピンがなくなるとイベントで呼べるようになるんですけど、こっちの関数も開いちゃってる状態なので、警告文は出るのは当たり前だよなと思ってコンパイルして保存をすると、ここでエラー出るんだっけ。とりあえず一回消してみましょうか。コンパイルして保存をすると警告が消えないんですよね。で、これ BPI プレイヤー黄色なんで本来は関数の編集ができないはずなんですけど、ダブルクリックするとここでやろうと思えば関数の編集ができる状態になっていて、でこっちのインターフェースの方に戻って BPI の方に戻ってリターンノードどうやって消そうかなと思って見ていくと消せないんですよね。この辺もしかしたらどうにかどっかのボタンを押したら消える可能性もあるかなと思うんですけど、リターンノードが消せないんです。で、リターンノードが消せないとこっちのエラーが消えないんです。こっちの黄色いコンパイルのびっくりマークのエラーが消えないんです。で、これはどうも僕が触った感じはですけど、このバージョンは 4.24.3 ですけど、他のバージョンで同じかどうかわかんないですけど、どうやら間違ってアウトプットピンを増やしてしまうと、この、例えばBPI ニューのイベント、こういう形で今までですとかローンチとか組んだじゃないですか。この辺はただ命令をしてるだけなんでいいんですけど、いろんな場所でこのイベントを使ってたりすると、イベントは一箇所でしか使えないんですけど、他に呼び出しとかいろんな場所で使っていると、そこを全部もう一回この状態に戻すためには関数を一回捨てなきゃいけないっていう状態になって、一回関数を捨てるってことはそれに関わってきたオブジェクト全体に影響があって、それが数える程度だったら手動で修正すればいいんですけど、もうプロジェクトが中盤後半とかになって何百とかオブジェクトがいろんなところに関わっているものを間違えてアウトプットピンにピンをポンと足して、間違えたわっつって戻そうと思っても気安くは戻せないっていう感じなんですよね。って感じで、ブループリントインターフェースどうなんですかね。バグなんですかね。バグなのか。これどうあがいても消えなかったんですよね。この問題がありますよっていう。でこの警告文が消える方法としては、この警告文が出ている関数を捨てて保存して、でこっちもコンパイルして保存して、ここにない状態にすれば消えるんですけど、消せば済む問題の場面だとそれでいいんですけど、複雑に組み合わせてる状態だとやばいなっていう感じですね。という恐ろしい話でした。ということで今回の教訓は、ブループリントインターフェースのアウトプットの追加はよく考えてから押す必要があるということです。お気をつけください。こういうクリティカルな問題を回避するためにバージョン管理ツールっていう GitHub とかその辺のツールが必要だよねみたいな感じの話をよく聞くやつなのかなって感じです。誰か GitHub と Unreal Engine 4の活用方法の初心者向けの解説作ってくれませんかね。待ってます。はい。次回の動画はブループリントの通信に関して
プロの方々からコメントがもらえたので、ブループリント間の通信についての補習をしたいと思います。って感じで、次回もよろしくお願いします。